皆さんこんにちは。ブローネクササロン店長の寺山義孝です。今回はプリメンスとサブリミックを使った0分放置時間カラーをやっていきます。今回やっていく0分放置カラーなんですけども、一番いいところで言うとやっぱり短時間でできるところになります。例えば普通のワンカラーだとだいたい1時間半から2時間かかるところを1時間以内で終わったりとか、生産性が上がったり、あとはお客様に対してのタイムパフォーマンス短時間で終わるのでお客様に時間をプレゼントできるだったりとか、あとは薬剤を放置することが0分なので髪への負担も減らすことができたり、こちらのメニューに関してはお客様からのリピートもかなりいいので、今回じゃあ早速モデルさんを使って、実際実践していこうと思います。モデル様のビフォーの解説をしていこうと思います。大体3週間ぐらい前に、普通にリタッチで白髪染めというか白髪ぼかしのカラーをされているような状態になります。で、大体1年ぐらい前に僕がシークレットハイライトをして脱白髪染めのベースを作っているような状態になります。モデルさんの白髪率でいうと大体3、40% ぐらいなんですけども、モデルさん自身が一番気にされているところでいうとやっぱりこの中の方をめくったところにちょっと固まった白髪があるエリアがありますね。この辺ですね。この辺りが結構やっぱり白髪率がもうここでいうと大体90% に近いような形で生えている。それ以外のところに関してはちらほら白髪が生えているなっていうような、イメージになります。今3週間経っている状態でそんなにめちゃくちゃ目立つっていう状態ではないんですけども、やっぱりちょっと伸びてきてるっていうところで、しっかりカバーリングしながらで、全体的には、ちょっとクール感のある要は寒色寄りのベージュ系で染めていけたらなと思います。今回は白髪ぼかしのベージュ系の暗め選定でいきます。まず、ベースカラーなんですけども、加減法をかなり多用してやるようなカラーなんで、まずベースをこれを1対1で作ったところにクールブラウンの7を、30%。もうこの時点で加減法が始まってるんですよね。で、さらに高明度の薬の効きのいい9トーンぐらいのアッシュ系のベージュのカラーの中にここのグレーカラーのクールブラウンの7が入ることによってまたさらに加減法がされてブーストがかかるような、白髪ぼかしのお薬をまず根元を作ります。薬剤なんですけど、加水何%がいいですかっていう聞かれるんですけど、僕は基本的には、6% だと頭皮への負担だったり髪の負担が大きすぎるなと思うので 3% と 6% を1対1で混ぜて染めていくようにします。これがベースのカラーになっていきます。これを根元で塗っていくんですけども、これをどんどん変化させて毛先塗ってまたさらに最後根元塗ってっていう形で塗っていきます。まずこれがベースのお薬になります。で、次なんですけども、毛先用の割るお薬を作っていくんですけども、これと同じ量をまず別のカップに準備していただきます。 CL の、14、いわゆるライトナー的なものですね。これを 21g 別皿でご用意していただきます。これを塗った後にだいたい3、40g 根元に使うって考えたら、残りの薬剤にこいつを混ぜてあげるんですよね。要は根元の白髪に対してのアプローチなんですけど、そこからは毛先を使いたいので、もうこれをそのまま利用して白髪染めで入った分を割ってあげるようなイメージですね。で、さらに高アルカリなんでスピーディーに発色してくれるような毛先のお薬を作って毛先にその後塗るようで別皿で置いておきます。この時も、当倍でいいので 4.5% で加水は入れといてください。最後にブースト剤っていうのを用意しておきたくて、別にどっちのカップでもいいんですけど、僕は大体メインのベース剤のこのヘリに、5g、このグレーカラーを出しておきます。ここですね。これは加減法と加減法を組み合わせて作ってるお薬に最後ブーストでまたさらにグレーカラーを混ぜることによって超短時間でアプローチをかけれる白髪ぼかし染めのお薬がそこで誕生するので、それを最後チェック終わったらもうそのままお流しという形になります。塗布する前に必ず僕やらせていただいているのはこちらのローションですね。頭皮の保護を使っていきます。で、今回プリメンスからこれ新しく出た頭皮の保護なんですけども、これ保護するだけじゃなくて頭皮の保湿にもなるので、保護オイルっていう役割プラスそういうところがあるので、これをちょっと使ってやっていきます。で、ちょっと冷たくなります。やっぱり今回使う薬剤に関してはしみるって方もいらっしゃるんで、もちろん根元にべったりつけてっていうことはないんですけども、一応保険としてこういう頭皮の保護のスプレーっていうのは必ずつけていただく方がいいかなと思うので、こういう頭皮のローションっていうのはつけていただくようにお願いします。僕が結構この頭皮の保護のローションつける時にちょっとこだわってるポイントとしては、お客様の顔側からつけない
要は中心側からかけていってあげた方が、顔側からかけると結構冷たいのがびっくりしちゃうみたいな方もいらっしゃるんで、ちょっとした配慮というか、中心側からかけていってるっていうのはポイントとしてあるかなと思います。でこれで放射状に全体的につけたら、最後手でなじませます。である程度伸びがすごくいいので、ある程度こうやってもう全体的になじませていただいたら、このままカラーの塗布を開始していきます。毛先の前処理をしていこうと思います。で今回また使うのがプリミエンスから出てるプレレーションになります。でこれは毛先の要はダメージ保守をしながらカラーをすることができるので、最初に手触りが気になるところだったりとか、特に毛先ですよね、末端の方が気になるってところにしっかりとつけてからやることによって、カラーの染まりだったりとか仕上がりのクオリティがアップされるので、最初にこれをつけていきます。特に今回のモデルさんに関しても、僕が1年ぐらい前に、シークレットハイライトを入れさせていただいているんで、どうしてもハイライトの履歴がある場所になるので、そこはしっかりと保護、こういう前処理というのはしていきたいなというところになるので、特に毛先中心にしっかりつけていきます。では最初に混ぜた根元のベース材ですねから、根元に塗布していきます。塗布のポイントですね、特にめちゃくちゃ難しいことはないんですけども、根元にべったりつけすぎないっていうところだけですかね。ブーストでこの後最後にまたつけていくって時に、やっぱりどうしても根元に多少つくことはあるんですけども、最初からベタっとつけすぎてしまうと、やっぱりもしかしたらお客様染みてしまうっていう方もいらっしゃるので、なるべく保護もしてるんですけども、根元はなるべくギリギリっていうところを目指して塗布していただければいいかなと思います。特に塗布は丁寧にしていただくっていうのはポイントですね。放置時間0分なので、塗布ムラがあるともうおしまいなんですよね。なので細かくチェックしていきながら塗るような形でいきます。でリタッチ幅でいうとだいたい1センチいかないぐらいなんですけども、多少オーバーラップしても問題はないです。っていうのも白髪ぼかしで染まってる基線部のところに多少この薬がついたところで白髪が暗く染まるっていう薬ではないので、多少オーバーラップしても大丈夫なので、今回も今リタッチ幅でいうと大体1センチぐらいなんですけど、2センチぐらいは塗ってるような形になります。で襟足の方から僕は4ブロックで分けずに塗っていくっていうのが特に塗り方のポイントで、これ全国のセミナー行った時にも必ずこの塗り方でいくんですけども、襟足の方から塗っていきます。横スラというよりはやや、前下がりですね。前下がりを意識しながら徐々に顔周りに攻めていきます。最終的にサイドに入った時には、もう縦になるような形で顔周りは縦で塗っていきます。顔周りに塗っていく時に前髪のところが結構うまく塗れてないみたいな方結構、僕もアシスタントの方に塗ってもらうという時もあるんですけど、大体塗り甘いところが結構あるんで、そこは結構細かくチェックというか雑にならないように、今からちょっとお見せするんですけども、細かく特に繊細に顔周りは塗っていただきたいっていうところにあるので、コームの方を使ってゼロテクみたいな形で塗っていただくといいかなと思います。やっぱりどうしても若干グレーが入ってるんで、染まりきるみたいなことは頭皮ないんですけど、なるべくやっぱお客様に不快な思いはしていただきたくないので、結構この辺前髪のところはもうほんと5ミリぐらいで薄く取りながら塗布していけたらなと思います。このハケの端と櫛を使いながら、でこの時にもう一回コーミングしてるので若干薬剤ついてるんですけど、一回しっかり薬剤取って顔周り一回コーミングして、でハケで薬剤をつけて、こういう感じですね。もみあげのとことかもやっぱり白髪ぼかしだから濡れてなくてもいいんじゃねって思う人もいるかもしれないですけど、やっぱり白髪ぼかしといえどやっぱ薬剤は使って染めてる薬にはなるんで、やっぱ黒いところが変に残ってしまうと、どうしても見た目が良くないので、ちゃんとこういう感じで裏側ももみあげのところの形に合わせてやっぱハケのこの角ですね、しっかり使いながら塗布してください。こんな感じですね。片側終わったんですけども、反対側も全く同じような形で塗布していきます。全体塗り終わった状態なので、ここから、チェックをしていきます。で今見ていただいたら分かったと思うんですけど、塗り方としては、前下がりで徐々に横スラで塗っていくみたいな形の塗り方だったんで、従来のクロスチェックとはちょっと違う方法にはなります。ここのセンターの正中線に対して平行に入れていくような形ですね。こういう形で入れていきます。右上まずしっかりぐるっとめくっていただいて、今しっかり塗れてるんですけど、しっかりチェックできたらここですね、
お土産のとことかもしっかり裏側も正中線に対して平行なのでこういう形ですね。もし一発で塗れないって時は別にここで分けていただいても大丈夫です。こういう形でいわゆるこう横スラみたいな感じですね。サイドに関しては縦で塗ったんで、もちろんクロスなんでね、これでまた縦スラで塗ったらクロスチェックにはならないので、特に今回ここですね、前髪の右側の内側のところがっていうところだったので、しっかり溜めるっていうよりは塗布量をしっかり乗せてあげるような感じですね。なんかもう薬剤を置くみたいなイメージですね。特に白髪が気になるエリアに関しては、そういう形で塗布していきます。バックサイドに関してはこういう形で塗っていきます。サイドの横スラよりはやや斜め、こういう感じですね。前上がりの感じですね。反対側も同様ですね。同じ感じでチェックしていきます。今根元のベースのお薬が、残った状態です。でここにもう早速これですね。これ14クリアを、21g 準備したもの、これをもうそのままフュージョンさせちゃいます。そうすることによって、どうしても根元のアプローチの薬になるんで、毛先に塗ると暗く沈んでしまうっていうのもあるし、暗く沈まないようにアルカリの入ってるクリアで割るみたいなのですね。もうこれ3回加減法されてるお薬なんで、もう超絶早く色も入ってくれます。イメージとしてはこんぐらいですかね。こんぐらい。要は 10g ぐらいを残すようなイメージで塗って、最後にこのブースト剤こいつを最後合流させて、気になるところ、要は表面だったりとかそういうところに最後ブーストさせて終わりになります。で塗り方、毛先なんですけど、これも毎度おなじみ、私がいつも皆さんに説明している塗り方で、この一撃塗りって塗り方があって、今回のモデルさんショートなんで、それじゃなくても多分速攻で塗り終わるんですけど、なるべくお客様の耳後ろ斜め45度の立ち位置に立ってもらってコーミングします。でそこからもう全部まとめて塗布していっちゃうっていう塗り方ですね。ショートの方に関しては襟足とかはね、こっちに逆に持ってこれないんで、下の方でどうしても分割してセパレートして塗るしかないんですけど、もうある程度もう何回かコーミングしながらとか浸透させてもらったら、もう今多分全体的にもう薬剤はもう浸透してる状態になってます。なので一旦こっちはもう終わりです。で反対側も同じように塗っていきます。大事なのはやっぱりいかに早く塗布できるか、特にやっぱ反応の早いお薬になるので、ダラダラ塗ってしまってると染まりムラの原因になってしまったりとかっていうのもあるので、なるべくスピーディー。最後チェックしていきます。チェックはさっきと同じですね。扇状に塗っていくんですけども、さっきの3倍ぐらいのスライスの太さで大丈夫です。見ていただいて分かるようにもう塗れてますよね。塗布完了してるんですよこれ。ほら、軽くコーミングして塗れてるかっていうのを確認してあげる。反対側も同じように下がりで扇状のスライスでチェックしていきます。今もこの間に根元の白髪ぼかしのお薬と毛先のお薬が徐々に反応していってくれてるような形になります。解説しながらっていうのもあるんでゆっくりに見えると思うんですけど、普通の塗り方よりもそういう染まりを意識して塗るんで、多少時間かかっても僕は問題ないかなと思ってて、放置時間を取らないっていうのもあるから塗りムラがあったらおしまいなんですよね。だから丁寧になるべくスピーディーに塗っていくっていうのを意識してもらうといいかなと思います。次はまた正中線にめがけて横スラでチェックしていきます。最後の塗り漏れがないかっていう確認ですね。では今もう全部塗り終わったので、白髪のブースターですねを最後残ったところに混ぜて、マドラーで混ぜてください。こんな感じで、これが最後の根元のブースターです。最後気になるところ、特にこの分け目のとこだったりとか、さっきも何度もお話ししているように右側ですね、右側のこの中の方ですね、中の気になるエリアがあったはずなんで、そこを先に塗布していきます。正直もう流して大丈夫です。ただちょっと一応最後のチェックもねやってから
もう根元のところもちゃんと色が発色、もうこれができてれば OK です。で、白髪が染まってるなっていう見極めっていうよりは、薬剤の根元が反応してちゃんと黒いところが染まってるなって感じで OK です。結局白髪のところが多少は発色してるんで、そこも真っ黒になってるなってほどまでは、置かないでほしいんですよね。多分これも置いたら多分全然染まると思うんですけど、染まるまでしてしまうと結局そのぼかしではなくなってしまうっていうのがあるんで、見極めのポイントで言うと、そのテールでこそいでもらった時に根元の黒いところが染まってるかどうかで僕は OK です。心配でこの人も本当いつも染まりづらいんだよなとか、ぼかしでやってもちょっとなんか白髪浮きやすいなみたいな人に関してはちょっとしっかりめにチェックしていただいてもいいかなと思います。白髪のところを見ていただいて、分かります？白髪がいい感じにつながってる感じですね。多分どこに白髪があるかが分かんないような状態で、これで OK です。バッチリです。では、乳化なんですけども、そんながっつりしなくていいんですけど、僕タオル乳化は、要は薬剤を流しやすいっていうようにするっていう観点で、毎回やらせていただいてて、ゲスポクロスとか、ビニールとかを肩にかけられてる可能性もあると思うんですけど、タオルを使っていただくといいかなと思うんですけど、しっかり濡らして、生え際のところにタオルを置いて、乳化に近い形なんですけど、シャンプーがかなり楽になるので、ある程度髪とかからこう薬剤を浮かしてあげるっていう面で、先に軽く濡れたタオルでこういう感じで、乳化っていうよりはなんか薬剤を落とすっていうのをメインでやってますね。顔まり終わったら襟足のところもくるくるくる、もうこのぐらいで大丈夫です。そしたらもうある程度もう顔まりのシャンプーだったりとか流しが楽になるかなと思うので、では流していきます。正直流しは特に特殊なことは全くしないんですけど、さっきの乳化のところだけですかね。本日使うのがサブリミックのアデノバイタルシャンプーになります。こちらのアデノバイタルのシャンプーなんですけども、一番のメリットとしては普通のシャンプーと違うところで言うと、やっぱカラー後の頭皮の状態っていうのをかなり保湿というか優しく汚れを落としてくれるっていうところが一番のメリットにもなりますので、そういう点で今回はこちらのシャンプーを使用しております。じゃあ次、今回アフターで使うものですね。こちらサブリミックのインフィルというもので、スプレータイプなんですけども、こちら髪の毛だったりとか、そういうものの張り腰を出してくれるような、ローションになります。髪の毛全体に得するようなイメージでつけていきます。しっかりと揉み込みます。次はこちらのサブリミックのアデノバイタルのヘアマスクをつけていきます。マスクの効果なんですけども、ミストと同じような張り腰を出すとともに髪の毛の保湿だったりとか、あとは頭皮ですね、頭皮の保湿、頭皮の新しく生えてくる髪の毛だったりとか、あとは白髪っていうところのケアをしてくれるっていうのが一番のメリットになります。で、全体になじませたら軽く頭皮のスパをマッサージをしていきます。で、マッサージが終わりましたら、シャンプー台にちょっとお湯をためていただいて、チェンジリンスをしていきます。だいたい手首に浸かるぐらいですね。お湯をためていただいて、チェンジリンスしていきます。乾かす前に頭皮のローションをつけていきます。こちらはサブリミックのアデノバイタルのスキャルプパワーショットになります。では頭皮につけていきます。
こちらの効果はもう一番で言うとやっぱ僕の中でやっぱ自分のお客様も使っていただいている方かなり多いんですけれども、育毛効果があるのでやっぱり薄毛に悩み始めた方とかやっぱ髪の毛が実際もうちゃんと生えてきたりとか、あとはやっぱ白髪の細胞メラノサイトってところにも働きかけてくれて、白髪がやっぱ黒髪に戻ったりとかっていう、もちろん100% 白髪の方が全部黒に戻るっていうことはできないと思うんですけれども、気になり始めた方に関してはメラノサイトにも働きかけをしてくれるので白髪が減ってくれたいっていう効果も望めます。これを全体的に頭皮の化粧水のような形ですね。多少張り越しも出ますし、頭皮のやっぱカラーの後の保湿にもなりますので、抗炎症作用とかもありますので、それを全体的につけていきます。サブリミックのワンダーシールド、こちらミストタイプのトリートメントになります。これは髪の毛にしっかり全体的につけていきます。乾かす前の保湿みたいなものですね。はい、では乾かします。では今ドライが終了した状態になります。でオイルつける前にまず仕上がりの状態を皆さんと一緒に確認できたらなと思います。クールベージュ系ですね。ちょっとアッシュ味があるベージュ系で今回染めてます。特に全体的な色味でいうと少しベースよりは暗めっていう選定でいったので、こういった形で少し色味が落ち着いてる感じです。だけど根元の方見てください。抜いてた白髪のところも放置時間0分でこんな感じですね。白髪染めてないんですね。染め切ってないでぼかし染めみたいな形で白髪染めをうまく活用しながらぼかし染めをしているような形になります。この辺の中の方もこんな感じですね。今回のモデルさんで気になるポイントってやっぱここだと思うんですけど、根元の方にもしっかりうっすら色味が綺麗に染まってます。それでは仕上げにこちらのサブリミックのシアオイルをつけていきます。特にこちらのシアオイルに関してはあまり重たすぎなくてしっかりツヤと手触りを良くしてくれるようなオイルになるのでカラーが綺麗に見えます。ちょっと前に流行った全身使えますよみたいな結構しっとり系のオイルと比べてそこの手触りとかあとツヤ感がしっかり出てくれて色が要は沈み込まないんで、こういうカラーとかの仕上げの相性はもう抜群にいいです。重めのオイルっていうよりは僕はこういう軽めのオイルを推奨したいなと思います。今この辺のちょっと立体感出てると思うんですけど、これはシークレットハイライトからのそのまま白髪をぼかしでつなげてるんで、天然のハイライトっぽく見えてるっていうのがありますね。はい、こんな感じで仕上がりました。モデルさんの仕上がりはいかがでしたでしょうか。今回やったのが0分白髪ぼかしカラーになります。従来だと多分1時間半から2時間かかるようなものが今回説明しながらっていうのもあったと思うんですけども、1時間以内で終わるようなカラーになります。なので、マニュアル通りにやっていただければ全員のお客様に合うかっていうと、やっぱり合う合わないっていうのはもちろんあります。例えば真っ暗にしたいという方にはもちろん合いませんし、高サイドのピンクとか赤にしたいみたいな方にももちろん合わない。だけどああいう淡い感じで白髪をぼかしていきたいだったりとか、白髪染めをやめていきたいみたいな方のアプローチにはとても向いてるような施術になりますので、是非この機会に落とし込んでやっていただければなと思います。今回その加減法を繰り返して染めていったと思うんですけれども、そもそも加減法っていうものはどういうものかっていうと、やっぱり明るいカラーと暗いカラーを混ぜて低明度のもの高明度のものを組み合わせてやっていくものが加減法っていう染め方になるんですけども、反応の早い濃いお薬を使って染めていくみたいなのが今回のメカニズムというか、放置時間0分でできるっていう鍵になってますので、アルカリっていうところもキーではあります。なのでアルカリキャンセルとかももちろん出てはいるんですけども、アルカリを使って短時間で放置時間ゼロで染めるっていうことが白髪ぼかしにつながりますので、そういうところがちょっと間違いないようにだけ普通の活性でやるようにしていただければいいかなと思います。最後に0分白髪ぼかしのカラーに関してはやっぱタイムパフォーマンスがかなりいいので、本来だったらかかる時間がかからないっていうところでお客様に短時間で提供することができるだけではなくて、やっぱ追加のこの時間でメニューを提案することができますので、例えばポイントでハイライトを足してあげたりだったりとか、トリートメントを追加したりだとか、そういう単価アップにもつながりますので、サロンさんそれぞれで今まであまりやってこなかった技術だとは思うんですけども、そこも一緒に落とし込んでいただければ幸いかなと思います。
今日のモデルさんの仕上がりが良かったって方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。